こんにちは、マツケンです。今日はですね、ネスバンドの機材についていろいろと説明をしたいと思います。ファミコンの実機を用いたネスバンドというバンドを私は組んでおりまして、動画でご覧いただいた方もいるかもしれないんですけども、私は動画で言うとこの右から2番目ですね、2チャンネルと呼ばれるパートを担当しております。ファミコンは同時に3音プラス1ノイズ、DPCM というものもあるんですけども、それも一旦除きますと、右側から1チャンネル、2チャンネル、3チャンネル、4チャンネルというのを1人1音ずつネスバンドでは担当して演奏しております。今日ここに揃えている機材は実際にネスバンドでも用いているものなんですけども、ネスバンドの動画をよく見ると鍵盤以外の部分をいろいろと操作しているのがご覧いただけるかと思うんですけども、一体ボタンスライダーを操作して何をやっているのかっていうのをちょっと今日はかいつまんで説明したいと思います。まずネスバンドのコアとなっている部分がこちらのファミミミッティというカートリッジになります。ケーブルが伸びているのがわかるかと思うんですけども、これが MIDI という規格で接続することができるようになっていて、 MIDI ケーブルがこのように伸びていて、結果的にこの鍵盤の MIDI アウトに接続されています。ですのでこちらをファミコンの本体に差し込んで電源を入れピコーンってなりますけれども、これで鍵盤を弾くとこのファミコンから音が出るようになります。それではボタン類の説明をしていきたいと思います。まずはもちろん鍵盤を弾けば音が出るんですけども、これは今2チャンネルで信号を送信している2チャンネルの音となっています。これはキーボード側で変更することもできまして、例えば3チャンネルにすれば三角波という音が鳴るようになります。4チャンネルにするとノイズという音が鳴るようになります。ノイズには大きく2つの種類がありまして、まず長周期ノイズというものが16種類あります。そして短周期ノイズと呼ばれるものも16種類あります。これは例えばロックマン2のクイックマンステージなどで使われています。それではチャンネルを2チャンネルに戻しまして、2チャンネルと1チャンネルのパートでは4種類の音色を出すことができます。その4種類をこの4つのボタンに割り当てています。順に聞いてみます。ただこの2つ目と4つ目の音色というのはなかなか聴覚上では区別がつかないものなので、実質上3種類の音色と捉えていただければと思います。続いて音量の変化なんですけれども、この4つのボタンに小さい方から大きい方まで4段階の音量を割り当てています。例えば一番小さいのがだんだん大きくしていきます。これは例えばメロディーでは大きめの音量、ディレイなどでは小さい音量としてこの4つのボタンを使い分けています。あとは音量の時間的な変化ですね。ボタンを押している間だけ音が大きくなるようなものをこの2つに割り当てています。例えばこのボタンを押している間はこの音量なんですけれども、離すと小さくなりますね。これでこれマザーの曲なんですけれども、音量の時間的変化を左手で操作したりもしています。そしてシンセサイザーなどで一般的な ADSR という音量の時間変化についてのパラメーターがこの4つのスライダーに割り当てられています。例えば最も普通の音の鳴り方がなんですけども、 A とアタックと呼ばれるものを上げていくと音がだんだんゆっくり立ち上がるようになります。そしてサスティーンレベルというものを最大にしていれば鍵盤を押している間は一定の音量が流れるんですけども、これをちょっと下げてディケイというものを上げると、鍵盤を押さえると最初は音が大きいんですけどだんだんちっちゃくなります。そのちっちゃくなるまでの時間をこのディケイ D で操作します。なので
時間を短くするとすぐちっちゃくなります。あとゆっくり上げれば音がゆっくり小さくなっていくことになります。最後のこの R はリリースの頭文字なんですけども、普通鍵盤から指を離すとすぐ音が消えますよね。このリリースというものを上げておくと鍵盤から指を離してもちょっとずつ音が消えます。こんな感じですね。というような4つのパラメータを操作することもできます。先ほど音色の切り替えをこの4つのボタンに割り当てたと言いましたけれども、音色が時間的に変化することもあるんですね。そこはこの辺りのボタンに割り当てていきます。これは例えば押さえている間だけ音色が変わるというものです。指を離すと変わりますね。これでという風なドラゴンクエスト2などで使われているテクニックです。こういった操作も手動でやるわけですね。あとはスイープと呼ばれるものがありまして、このボタンです。こちらのボタンを押している間だけスイープというものが働きます。スイープとは何かというと、音が上昇したり下降したり連続的に音が変化する様を言います。例えば押しっぱなしにするとこうですね。で今上から下に向かった音の変化なんですけども、このボタンを押すと逆で下から上に向かって変化させることができます。スイープも変化させる時間などを細かく設定することができまして、それをプリセットとしてあらかじめこの辺りのボタンに割り当てています。例えばあの曲のこの場面ではこういったパラメータがいいなみたいな場合に、その場面に差し掛かる前にあらかじめ押しておいて、これはとても速いですね。他にもちょっとゆっくり変化するもの、もっとゆっくり変化する、これはロックマン2のタイトル画面などで使っています。で最初の速く変化する、これは例えばマリオの土管に入った時の音、これは実はスイープで、操作をしておりました。あとはこちらのボタンにデチューンというものを割り当てています。デチューンというものは音程を微妙に変化させるもので、例えば普通にドレミファソを弾くとなんですけれども、ちょっと音を下げることができます。微妙なのでわからないと思うんですけども、これ例えば1チャンネルと2チャンネルで全く同じフレーズをユニゾンで弾くときに、2人とも全く同じ音程だと音が干渉し合うといいますか、あんまりいい音にならないんですね。それをどっちかだけ音程を微妙にずらしてあげると、とても良い効果が生まれます。例えばデチューンを2つのチャンネルともかけない場合、デチューンを1つのチャンネルだけかける場合、こんな感じですね。そしてこちらにあるエフェクターですね。これはノイズサプレッサーというものをつないでいます。これはどういった役割かというと、ファミコンの音を出していない時にもシャーっていうようなノイズが鳴っているんですけども、普通の家の中で聴く分にはいいんですけれども、ライブ会場みたいな大きい音量を出すところで何もしてない時にシャーって音が鳴り続けるのもちょっとあれなので、このエフェクターを通すことであるレベルより小さいレベルの信号は通さないというようなエフェクターなので、無音を作ることができます。ということで一通り説明をしてきましたけれども、ネスバンドのライブ動画をご覧いただくときに今説明したようなことを頭の片隅に入れて見ていただくと、またちょっと違った面白さが味わえるかもしれません。ご視聴いただきましてありがとうございました。